こんばんは、ボスケです。今ね、新しい望遠鏡で木星を見ています。でね、梅雨の合間なんですけれどね、今日で非常に晴れてるので、木星やね、土星見てるんですけれど、やっぱりね、この MAC127MAK っていうものかな、未だにわからないでいますが、このマクストフカセグレン、このね、望遠鏡ね、非常にやっぱりいいですね。惑星を見るのにはね、最もね、おすすめする望遠鏡です。もうなんて言ってもね、シャープさがね、やっぱり違うんですよ。この望遠鏡はね。まあちょっとね、値段的にはね、4万元以上しちゃうんですけれど、確かね、サマーセールでね、3万円台でね、売り出してるような気がするので、もしよかったらね、お求めしてみてください。今ね、土星木星がね、シーズンですしね、これからね、あと100日後ぐらいにね、火星が大接近しますのでね、この望遠鏡ね、非常に重宝すると思います。ではね、このね、望遠鏡の開封シーンからご覧ください。どうぞ。では開封していきたいと思います。まずこれがね AT-GTI マウントというね軽位台ですね。これはね特徴としては自動導入ができるという軽位台で、もちろんね自動導入した後にその天体をね自動的に追尾する機能もついています。結構ねこれねもともとね若い人からねすごい人気がある軽台なのですが、私がね今回買ったのが AZ-GTI なんですが、今ね新しいセットで AZ-GTE という軽台のセットが発売されております。機能はねこれとねほとんど変わらないんですけれど、多少ね変わるところがあるので、そこのところはねしっかりと説明していきたいと思います。それでは再び開封していきます。これがね三脚ですね。パイプ三脚になっていますが、これはねアルミかな、結構ねずっしりとは来ないです。スカイメモ用の三脚が太くなった感じでしょうかね。ここら辺あたりのね構造がよく似てます。多分ねこれカメラ三脚の台のネジと同じ大きさなので、カメラのね雲台とかも取り付けられる三脚です。これね結構ね三脚単体でもね、例えばね他の軽台つけるにもいい感じかもしれないですね。カーボンとまではねさすがにこの価格では作れないとしても、このね軽いっていうのはねいい武器になりそうです。もちろんねグラグラしてはいけないんですけれどね。これはねピラー脚というねものですね。三脚の上にねこうやってつけるものなんですけれど、望遠鏡がね三脚にガチャンとねぶつかるのを防ぐ役割があります。これがね標準付属しているっていうのはねなかなか嬉しいですね。それではね鏡頭を開けていきたいと思います。オープン。これがねスカイウォッチャーのね MAK127、MAC127 と読むかもしれないですが、正式には 127mm のマクストフカセグレン望遠鏡です。ここにねほら分かりますかね、ここにね補正レンズが入った片ディオプトリック式で望遠鏡と呼ばれるもので、レンズとね中にはね鏡が見えますでしょう。レンズと鏡をね組み合わせた光学系の望遠鏡です。これのね特徴としてはね非常にねコンパクトにできるっていうのが特徴なのですが、コンパクトなんですが非常にね焦点距離は長く設定されてます。これはね焦点距離がね 1500mm ですのでね、これがねもしね屈折望遠鏡だとしたらね 1m50cm のねとてもね強大なね屈折望遠鏡になるんですが、これねとてもねコンパクトです。それではね望遠鏡をね組み立てていきましょう。まず三脚をねこのように広げて、そしたらねこのピラー脚もこのようにねしっかりとね乗せます。これを取るのかな、これが外れますのでね、これをねあらかじめね軽台の底の部分に取り付けます。しっかり取り付けたらここにね乗せます。とりあえずね三脚トレイも乗せていきましょう。
この三脚トレイのね乗せ方はね、一回ね真ん中にこうやってねパチンとはめてから回転させる。これでね取り付け完了です。これはね考えましたね。こんな風にねワンタッチでね取り付けられるの初めてです。それでは上に戻りまして望遠鏡をね取り付けたいと思います。はい、取り付け終わりました。こんな感じですね。はい、それではね今度はねこれは自動追尾携帯ですので、実はね電動で動きます。ですのでバッテリーをね入れてやらないといけないですね。この中にねバッテリーホルダーが入ってますので、これね実はね単3電池がね8本いるみたいですね。もちろんねこれね AC アダプターでもねつなげることができるので、ポータブルバッテリーとかがあったらそっちからね取った方がいいかもしれないです。ちょっとね乾電池8本は中にね収容されるのはね嬉しいんですけれどね、なかなかセッティングするのが大変。縦だったこのね線の方をこっち側に向けて中に入れます。一回やればね多分わかるとは思うんですけれどね、変な方向にね無理やりね入れないようにしてください。はい、これでね電池のセッティング終わりです。それでは次はねアプリをねダウンロードしていきます。このね携帯をね動かすのにもねアプリがいるんですよ。このねシンスキャンというねアプリをねダウンロードします。でインストールしたら開きますね。もともとね黒い画面に赤字になってますね。目に優しい仕様となってますが、このね携帯の電源を入れます。でね携帯を入れるとねもうね自動的に Wi-Fi が飛ぶみたいなので Wi-Fi 探してみましょう。飛んでます飛んでます。シンスキャン 56F8 ってやつかな。でねこっちのアプリの方にね接続するってやるので、これを押すと観測値のね位置情報を使用するっていうものがあるので、これを自動的にね取得することがね多分できると思うんですけれど、ちょっとね今ね自動的に見つからないようですね、位置情報が。しゃあない、自分でちょっと打ち込んでみます。はい、そうしたらね携帯モードっていうね文字になりましたので、ひょっとしたらねもうこれでいいのかな。それではねまずね天体金星あたりを導入してみましょうか。導入をしたらね自動的に動きますね。でねここからねちょっとね大事なことを言います。今私が AZGTI マウントで星をね導入しました。実際はしてないんですけれど導入したことにして、今ね星を導入した後、例えばねすぐ隣に気になる天体があるなと思って手でねこうやってね向けますね。でその状態でさらにね自動追尾ができるのがこの AZGTI の携帯の特徴です。ただし今ね売り出されているね AZGTE のね入門用携帯に関しては手動でねこういう風に動かしてしまうと位置情報がね狂ってしまいますので、 AZGTE の携帯に関してはね必ずねこのねアプリで十字ボタンを使って移動させると、これがね AZGTI と AZGTE の製品の違いっていうことになります。ひょっとしたらねもっとね違いがあるのかもしれないですがね、大きい違いはそこです。実はねこの AZGTI の中にエンコーダーというねものが入ってて、そのねエンコーダーがねこうやってね手動でね動かしたとしても位置情報をね把握してるので、今どの方向に向いたっていうのがねわかるんですよ。なので手でね移動させてからも自動導入できるんですけれど、 AZGTE に関しては一回ねこうやって手で動かしてしまうともう一回ねアライメントし直しっていうことになりますのでご注意ください。それではモーターの音が好きな人のためにもう一度やりますね。せーの、オン。はい、この音はねパルスモーターのねフィーンって音じゃなくてガーって音がしますよね。これはね DC サーボモーターです。パルスモーターの方がね追尾精度がいいともね言われていますが、というのもねサーボモーターだからといって
って一概にね別に性能が悪いとね言い切ることはねできませんのでね、そこは使ってみてから。であとね、今ちょっとね動かして気になったのが、ここクランプ、ここねちょっと小さいですね。ちょっとねこの水平クランプはねもうちょっと大きくした方がいいんじゃないかなと思います。手がねかじかんでる時も多いので、そういう時にねこういうね回す操作っていうのはねちょっとねあんまりよろしくないかなと。はい、というわけでね、今回はこっちのね境内の方を中心に紹介してきましたが、まだまだねこっちの教頭の紹介がまだですので、今回はね時間が長くなってしまいますので、これでね割愛させていただきますが、今後ねこっちのね教頭の方も詳しくね紹介していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。